さあ今日はいい天気だ。いいですね。お、うちのホテル。私の町に富山 JR 富山駅やってきた。うちのパンパンなんか調べてる。向こうは路面電車の乗り場ですね。でも今日は黒部峡谷鉄道のトロッコ電車に乗りたい。わーいわーい。お、顔はめパネルあるよ。私これ大好き。必ず撮ります。どれ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 。じゃんじゃん。哇哦！もったいないもったいないもったいない早く飲んでやっほー。9時半の電車乗りますね。で、ホームそちらですね。スイカ行けるかな。ピッピっていけるの？チケット1人1880円ですね。行こう行こう。イエイ。パンパン早い。何番ホーム？2番。ほんまや。人少ないね。おお、素敵。ようこそ。冬来たらいいな。電車は古いけど、でもいろいろ教えてくれるね。とにかく乗りましょう。パンパンも座ってるね。中も大きいポスター。ここ多分ドアあったよね。こんな風に改造したらいいですね。歴史の勉強もなります。冬も花火大会があります。わお。また冬も来ますか。赤々と身も心も元気になる。聞こえてますか。パンパン。
宇奈月温泉行きです。次は新宮川です。This train is bound for 宇奈月温泉。The next stop is 新宮川 T13。後ろの車両のドアは開きません。あ、はい。ありがとうございます。そっち行くか。行こう。電車なんですよ。綺麗ね。なんか子供の1時48分発です。黒柳方面、猫又行きです。途中の黒柳には12時11分。おー、動き始める。なんかアトラクションみたいな。
リラックス。バイバイ。明るい。ご乗車ありがとうございます。11時48分発。黒柳方面、猫又行きです。途中の黒柳には12時11分。終点猫又には12時34分到着予定となっております。次の停車駅は黒柳です。途中の柳橋森行きは通過いたします。特急第2課車へわあ、綺麗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 。電車は黒柳。綺麗綺麗。Oh my god、綺麗。まもなく通る橋は新山彦橋です。沿線の橋の中では一番長く166メートルあります。高さはおよそ40メートルです。列車の渡る音が山彦となって温泉街に聞こえることから山彦橋と呼ばれるようになりました。やっほー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 。今の声聞こえたかもしれませんね。あ、みんな手振ってる。すごい。待ってみよう。列車はいよいよ大和峡谷と先人たちが作った建造物が織りなす黒部ならではのダイナミックな風景の中に入ってまいります。まもなく柳橋です。右手前方に見えてきた円筒形の建物は新柳川原発電所です。宇奈月ダムを建設するときに湖に沈んだ旧柳川原発電所の代わりに平成5年に完成しました。湖上に浮かぶお城をイメージしたんですって。どうでしょう。確かにヨーロッパのお城みたいに静かな威厳のある佇まいですね。あ、これほんまや。白みたい。なんかドイツ。柳橋通過いたします。柳橋通過いたします。列車がカーブに差し掛かると車輪とレールからキーキー音が鳴ります。峡谷は険しく急なカーブが多いため車輪に防音車輪を使ったりレールに油を塗ってきしむ音を緩和させています。トロッコ列車のご案内は先頭車両を基準に放送しているため後方車両のお客様はまだ景色が見えてこないと感じるかもしれませんが、あらかじめご了承くださいね。
使ってるんですよ。運が良ければ群れで渡る様子を見ることができます。どうです？お猿さんいましたか？赤ちゃんいます。わあ、この湖の色きれい。ようになりました。河原からの高さはおよそ60メートル。電線で一番深く険しい谷にかかる黒部の難所です。どうです？かわいいですよ。かわいいわ。積んだ土砂をダムの下流へ流すため、出し平ダムと下流の宇奈月ダムに本格的な排砂設備を備え、ダム機能の維持と下流河川の川底低下の防止や海岸浸食の進行を抑制しています。また、出し平ダムから本所が併設されています。海岸の下に見えてきますトンネルは、上流の発電所で使用された水を本流に戻す放水路です。あの穴、あの穴だね。ここでシャッターチャンスのご案内をさせていただきますので、お写真は後ほどどうぞ。何が？まもなく猫又海岸に見気えてきたを外してご注意されますようご協力をお願いいたします。ご乗車ありがとうございました。終点猫又です。すごい人。無理だね。Wow.
綺麗に食べちゃった。好吃美味しい。好吃吗？美味しい。酒一生懸命飲む。